いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は発売されたばかりの塗り絵の本を4冊ご紹介します。クリスマスも間近です。ご自分へのプレゼントにご検討ください。倉橋玲さんの2冊目の塗り絵です。前作の夢の子供王国は全ページが片面印刷でしたが、今回は両面印刷で見開きページもあります。前作同様、ヴィンテージな雰囲気の渋川なイラストです。作者によると、フランスと可愛いものと子供がテーマだそうです。色鉛筆と水性マーカーとマスキングテープを使用しています。スタンプインクと水彩絵の具とアクリルマーカーを使用しています。少し裏写りしていますが、水彩絵の具を使用しても大丈夫な紙質です。猫をモチーフにした作品で有名なイラストレーターさんの塗り絵です。動物は割とリアル系なスタイルですが、ユーモラスな設定で面白いイラストです。昔ながらの銭湯でくつろぐ動物たちがいい味出してるイラストです。湯上がりの瓶牛乳や昭和なマッサージテアなど、おばさんには懐かしいテーマで塗っていて楽しかったです。呉竹の水性マーカーで塗っています。ウクライナ民話の手袋をテーマにしたイラストです。幼児な時は本が擦り切れるくらい愛読していました。ダーベントのグラフティント色鉛筆を使っています。この本は関東に残る色の塗り方レッスンなページが一切なくて、全ページが塗り絵なところが私的にはポイントが高いです。塗るページが多い方がお得感があると思うのは私だけでしょうか。エリーさんの新しい塗り絵です。今回は世界中の文学がテーマになっています。イソップ童話やディケンズ、赤毛のアンに
宮沢賢治など、一度は読んだことのある名作ばかりです。イソップ童話のウサギとカメを縫ってみました。色鉛筆と水性マーカーとアクリル絵の具を使用しています。ヘリーさんの本はどれも紙の質が良くて好きです。紙の質ってやる気を左右するので重要ですよね。オスカー・ワイルドの幸福な王子を塗りました。切ないお話ですよね。初めて読んだ時はけなげに王子のお手伝いをして命を落としてしまうツバメがかわいそうでなりませんでした。自分なら途中でずらかってさっさと南国に飛んでいくのにと思ったものです。色鉛筆と水性マーカーとスタンプインクを使用しています。野ネズミ、ゆるりでおなじみの稲富さんの新しい塗り絵の本です。関東には美しいお手本がたくさん載っています。イラストに描いてある花の色が知りたい場合は、花の名前が書いてあるので、検索して調べられます。とはいえ、私は実際の色はお構いなしに好きな色に塗りますけどね。冬のリースを塗りました。インクテンスとブラシティントとスタンプインクを使用しています。今年も1年、このチャンネルをご視聴いただきまして、ありがとうございました。来年も何卒よろしくお願いいたします。皆さん、良いお年を。